なんか俺が入れたらもっと上手くなるって言おうと思ったんだけど、そういう企画でしたよね。なんか、うまいね。そう。じゃあ日高君、はい。準備は OK ですか？はい、OK です。じゃあレシピ最初教えてもらおうかな。そうですね。今回2人前入れまして、粉が 20g、でお湯 240ml 使います。20g 引き目は？引き目中引きですね。了解です。これ説明書に書いてある基本のレシピで入れます。じゃあまず、このろ過器にペーパーフィルターをセットします。ろ過器。これですね。付属ペーパーも付属してますね。こういうふうにネジでこう回して。セッティングはめっちゃ簡単だよね。そうですね。これがペーパーフィルターの役目だよね。ドリップとかでいう。そうですね。でこれいろんな種類あるんでしょ？ネルとあとステンレスメッシュのがあります。ハリオで売ってんの？売ってます。了解。互換性あるんで、お手軽さを重視してまずペーパーのろ過器を採用してるんですけど、ネルとか使いたくなったら使えます。サイフォンで練るあれめっちゃうまいんだよね。そうですね。入れ方全く同じで味変えれるのがサイフォンの魅力でもあります。なるほど。でそれをこういうふうに入れて、このフックを足缶のここに引っ掛けます。これで今も固定されてますので楽勝。先に粉も入れちゃいます。入れるスタイル。これいろんな人いるよね。そうですね。お湯が上に上がってきてから入れるっていう人もいるし、ハリオはじゃあこれ先に。初めて入れる方だとこの方が落ち着いて入れられるんで、確かに。粉入れて最初にやっちゃいましょう。そしたら下ボウルにお湯入れていきます。それ目分量でいいんだ。そうですね。測るか、一応メモリもついてるんで、2人3人って2杯用3杯用で、そこを目安に入れれば、ここまでお湯入れてもらえれば大丈夫です。で水からでもお湯からでも大丈夫なんですけど、本当できればお湯からの方が時間的に沸く時間短縮できるので、でもざっくり温めとけばいいだけなので。そうですね。お湯入れた下ボウルをヒーターにのせます。そしたらここにコーヒー粉入れた上ボウルをこういうふうに斜めに軽くのせる程度で、これ差し込まないようにしてください。わかりました。差し込むとどうなの？差し込むとお湯が十分に温まりきる前にお湯が上がってしまうことがあるので、しっかり沸いてから差し込むようにします。ここまで準備できたので実際に電源を入れていきます。このマックスっていうところまでグッと回してあげてください。これで今沸くまで待ちます。簡単だね。ここまでは。というわけで沸きましたね。じゃあここから差し込んでいきます。わかりました。お願いします。じゃあダイヤルをミドルのところまで回して少し火力弱めます。そしたら差し込みます。クッと差し込むだけですね。そうするとお湯が上がってきます。上がってきたね。上がってきたらこうほぐすように攪拌してあげます。でここから本当30秒から60秒とか、それぐらい待ってあげて。じゃあこれもう沸かして上がってきたら混ぜて、待って終わり？終わりっす。簡単だね。そうですね。本当ドリップみたいに何回も分けて注いだりとか、
そういうことはしなくて全然大丈夫です。へじゃあ説明書通り入れますね。うん。説明書だと第二角版っていう最後の角版もしないっていうやり方を書いてるので、ああそうなんだ。このやり方で一回やってみますね。じゃあもう時間経ったので、このまま、ヒーターから下ろします。はい、電源切って、はい、おしまいです。あとは、コーヒーが下ボウルに落ちるので、ここがすごく綺麗なんですよ。ね。ああ。ここいいっすよね。この、はい、音ポコポコいいっすよね。コーヒーが生きていることを証明してくれてるね。こんなにね見どころのあるコーヒー器具ないなと思います。確かにね、なかなかこういうのは他の器具では味わえないね。そうですよね。ああ、これでじゃあまた外して終わり。そうですね。軽く傾けると抜けるので、はい、この蓋がこの上ボール置きになってるんで、差し込んで立てて、これで完成です。お疲れ様、はい、じゃあちょっと飲んでみましょう。はい。はい。というわけで、はい。ありがとうございます。いや、世界チャンプにコーヒー入れるってなかなか。確かにね。はい。香りの強度がやっぱサイフォンならではだね。でこのかなり高温になるんで、ドリップと比べて、香りの立ち方とかがかなり強いですよね。これは楽しめるよね。はい。本当もうカップとか温めない方が逆にいいかもしれないです。ああ、そうかも。はい、この方が飲みやすい温度帯になるかな。まあ、めちゃくちゃ熱々で飲みたいならね、はい、そうですね、温めていいけど、はい、その必要がないっていうのはいいかも。はい。じゃあいただこうかな。いただきます。ちなみにこのカップは、はい、僕のデザインで、はい、これ僕も買いました。はい、ありがとうございます。個人的にね、買えないんだよ。はい、そうですよね。この間だって通販で販売したら1分ぐらいで完売したらしいからね。ジャニーズかよみたいな。じゃあ、はい。はい。作ってようかな。一瞬でカップ激熱になったんだ。いや、本当すごい熱いっす。もうすごく恐る恐るなって熱いんだもんだって。でもやっぱあったかい時からフレーバーの立ち方いいね。すごい。この豆めちゃくちゃ美味しいっすね。この豆超高いやつ。エクアドルの俺が去年訪問して特別に作ってもらったやばいっていうやばいやばいっていう言葉を僕世界中に伝えて回ってて、やばい伝道師なの。そう、はい、日本語なんか知ってるのあるって言うと大抵さ、みんなありがとうとかおはようとか言うんだけど、もうじゃあこれ覚えた方がいいよ、やばい知ってるって言ってそしたらそのペペさんっていう人がね、やばいよめっちゃ気に入ってくれて名前やばいになった。やばいって言いたくなりますよね、多分。なるんだよ多分。やばい。発音が簡単だし。なんて説明するんですか？やばいって訳したらなんだよ。どういう意味だと思うって聞くと、
こうおって言われたら、そうっていう。全部そう、何でもそうって。嬉しい時も悲しい時も、怒ってる時も、喜んでる時も、美味しいのもまずいのも全部やばいって。そうっすね、確かに便利っすね。そう、だからこれ飲んで、やばって言ったらさ、俺らはさ、うまいんだってわかるじゃん。そうっすね。で、飲んで、やばって言ったらなんかあんまうまくないみたいな。こうやって使うって、教えてる。共通語っすね。そう。うまいね、これ。やばいわ。だんだん冷めてくると。ねえ。やばいね。感じますね。やばい。なんかさ、これペーパーフィルターとはいえ、なんかサイフォン特有のなんか質感の強さあるよね。ありますね。なんでだろう。なんなんだろうね、これ。難しいんですよ。本当サイフォンでしか出ない味。あるよね。ありますよね。これは、すごい思う。俺昔サイフォンの大会出たから、なんとなくわかる。サイフォンってうめえんだなって。本当質感というかボディ感も全然出方も、これネルフィルターに変えるとまためっちゃうまいんだよね。そうなんですよね。そう。なんか、サイフォン特有って言ってもいいかなっていうつるっとした質感、このコーヒーの。なんかこれはよくサイフォンで有名な中山さんっているんだけど、中山さんもそういう表現結構してて、なんかこのサイフォンのつるんとした質感がいいみたいな。なんか最初見た時はよくわかんなかったけど、やっぱ自分で入れて飲んでみると確かにみたいな。つるっとした質感。そうなんかね、雑味がないんですよ。雑味があるとやっぱちょっとザラッとかさ、なんかちょっと刺すような、酸味というかさ、そういうのを感じたりするじゃないですか、あんま良くないのって。でもサイフォンで入れたコーヒーってめっちゃコーティングされてる感じ。だから旨味とか風味とか、いい香りがカプセルに包まれて口の中に入ってるみたいな。言われてみたら確かにその刺激っていうかないですよね。なんかクッとくる。ないんだよ。本当になんか丸くなって口の中に入ってくる感じが、俺はつるんとした、質感って表現するの。確かにネルの方がもっとそういう感じかもしれないです。でもペーパーでも確かにそういう印象出てくるじゃん。これすごいね。まあでもいいんじゃない？いいんじゃない？いやなんか俺が入れたらもっと上手くなるって言おうと思ったんだけど、そういう企画でしたよね。なんかうまいね。そうですね。なんか俺だったら多分もう少しグラム数減らすね。粉の。今回 20g 使って240じゃん。そうですね。だから多分だけど、16、7g まで減らして、で、もう少し攪拌、第二攪拌はするかもね。そうですね。で、もうちょっと攪拌の力使って、成分引っ張り出してあげて、味作りするかもしれない。でもなんか、最初は企画としてはさ、そうですね。俺がね、日高くんの飲んでもっとこうした方がうまいって言って俺が作ったのと飲み比べして、確かにみたいなのやりたいって言ってたけど、なんかこれうまいもんね。この入れ方本当に、なんていうんですか、サイフォンの一番簡単な入れ方っていうか、初めて触る方でもあんまり戸惑わないように、そのシンプルな工程で入れてるんですよ。第二攪拌とかも火から下ろしてとか、忙しいよね。アルコールだったらアルコールランプだったら火から外して攪拌してとか、ちょっとその同時にやることが多いんで、そういうのもなくしたシンプルな手順で入れてるんですけど、それでも本当に全然美味しいね。美味しいですよ。なるほどね。多分気になる人はもうちょっとお湯を足してもいいかも。多分この入れ方って古典的な日本のコーヒーの入れ方だから、多分ちょっと濃いめに作られるんですよ。これ多分濃度測ったらちょっと高く出てると思うんで、一般の方でもしそのスペシャルティのコーヒーに慣れてれば少し減らしてもいいかも。グラムは18、17
とかで、第2角半とかまでやれるっていう人たちは15とかまで落としちゃってもいいかな、俺の感覚ではね。そんでしっかりと攪拌して抽出してみると、まあ、濃度感は、まあ、いつものに近くなる気がする。そうですね。はい。でこれ引き目はまあ中引きだから、まあ、多分コマンダンテとかだと26、7ぐらいかな多分で、タイムモアでも、まあ、24とかそんぐらいでいいんじゃないかなと思います。まあ、25前後その辺でやれば問題ないと思います。うまかったな。本当そうですね。しかも自分でちゃんと入れてるっていう楽しさがあるんですよ。確かに。なのでぜひね、本当道具として、なんていうんですか、本当器具として検討いただけると本当になんかいろいろまたここでじゃあいろんな入れ方が考えたりとか、あとこれ多分お茶とかもできるじゃん。そうされる方もいますね。あと出汁取る方と出か。汁を取るとか、結構サイフォンって使い道多いんですよ。なので皆さんそういう使い方もやってみるといいかも。なんか普通にうまくてちょっとつまんねえなって思う。まあ結構いい豆すぎたから。いい豆すぎたかもしれないです。豆いいと大抵美味しく入る。それあるよな。まあこの器具使った入れ方の、まあ、もっとこだわったポイントはもうまた別で取るわ俺。そうっすね。その方がいいかも。まあでも皆さんなんか聞きたいことあったらコメントにください。俺から日高くんに聞くか、日高くんが直接コメント返すかするかも、まあ知らんねえけどね。はい。まあ掃除も簡単なんで、これはねパコンって外してゴミ捨てて、あとはもうペーパーフィルターだからね、そのままバーって捨てればいいし、さっきのこの中の金具は別に外せるから、もうバーって洗うだけなんで。で前に俺が紹介したこれじゃあ洗いにくいな、手突っ込めないなっていう人、これあるんでボトルクリーナー、これ絶対ピンポケしてる気がする。というわけで今日はハリオの電動サイフォン開発者の日高くんに来ていただきました。はい、楽しかったよっていう方は高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ日高くんありがとうね。ありがとうございました。大ヒット、間違いなし。そうですね。はい。というわけで皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。